ジャーネです。今回の動画はスペインのマラガ編になります。マラガの最新情報もぜひご参考にしてくださいね。ではどうぞご覧ください。この動画には字幕がありますので表示してご覧ください。はい、着きました。こっちのホテルがランク低いですね。95ですね。わあ、2つあった庶民的な方です。安い感じ。安宿って感じ。そうですね。はい、こんな感じです。はい、レイトチェックアウト、アダプターはディポジットで5ユーロ必要です。先ほどのホテルに置いてあった地図がここにも置いてあります。この地図じゃ迷っちゃいます。フィリップスヘアドライヤー、ディポジット10ユーロです。チェックアウトで返してもらいます。今回は、326号室です。ロキじゃないよ、はい、入れて抜くでしょ。どうですかね。わあ、シンプル。シンプルです。とてもシンプルなお部屋です。ちょっと他の部屋より広いっていう感じがしますね。多分シングルが多いでしょうね。はい。で、入り口を入ってみると、ツインの今回もお部屋にしたので、ベッドが2つあります。ちょっとこじんまりしてるかな。で、左側見ると、はい、こちら鏡とハンガーあります。コンセントはこの下にあります。で、ベッド周り見てみましょう。これはよいしょ、これは枕元のスイッチですね。で、この大きなマークは全体を消すと。これは何でしょうね。ちょっと反応しないので分かりません。はい。で、ベッドの反対側にもコンセントがありまして、上にはハンガーがあります。こちらには小さなテレビと机とプラスチックの椅子があります。で、水回りを見てみましょう。はい、入って、左側ですね。バスタオルが2本あって、で、ハンドタオルかな、ちょっと大きめのハンドタオルが2枚あります。で、こちらにカップが置いてあります。で、上を見るとボディーソープかな、ボディとか全部使えるやつだと思います。いつもそんな感じですので。で、トイレがあります。で、右側を見てもらうとシャワー室になってますね。同じようなボディーソープと多分シャンプー一緒になったものだと思います。水圧をちょっとチェックしてみます。許容という感じの緩やかな感じのシャワーです。ちょっと面白い構造はこれが両方開きます。そう、さっき壊れたのかと思ってびっくりしちゃったけど。ボーダフォンの10ユーロの SIM の販売店を見つけました。アクティベーション料金は3ユーロでした。SIM の入れ替えとアクティベーションをお願いしました。代理店により最低 SIM 価格が異なるので、市内のショップでの購入をお勧めします。ボーダフォンの SIM が通信エラーになってて、店員がわからないというんで、この隣のアップルショップに来ました。今アップルショップでお兄さんが見てくれています。動くといいな。なんでアクティベーション3ユーロも取りながら分かんないっていうのか私には理解できません、そのサービス全く日本のアップルショップと同じですね。スムージーのが全然高い。スムージーは高かったですね。スムージー 5.8、 これが 3.1。 ちょっとね、苦味がある。これはね、ドラゴンフルーツとマンゴーと、ストロベリー。
スムーズです。どうですか？アジアのスムーズとは若干違います。はい、ここの新商品イベリコ生ハムピッコロトマト添え。イベリコ豚はこんな風に真っ赤っかのが入ってます。 4.95 ユーロです。では切ってみましょう。何のトマトだよ。じゃあトマトだ。ソースのこれ。もしかしたらない方がいいかもしれない。イベリコ豚はしょっぱいような気がするんですけど、どうなんでしょうか。美味しいよ。しょっぱいね。あれ？そっちの方がハム多すぎちゃったかもしれない。これはですね、コルティサンドイッチ、ベーコンと鶏です。下はあと下は卵です。これその下にトマトもあるじゃん。トマトもあります。ズバズバズバと真ん中から思いっきり。ね、椅子が高くてさ、食べづらい感じ。そうですね。座高があと20センチぐらいないと。すごい力入んないよね。はい。こんな感じです。3枚でサンドイッチされてます。イビスバジェット。冷蔵庫も何もない。安いけど私は泊まった中では高いホテル。本日の宿泊レートは95ユーロです。ホテルの Wi-Fi と SIM カードの速度は以上になります。食事アウターでした。はい。マミー。お、なかなか普通にあるじゃないですか。あ、キッチンもある。キッシュもある。あ、パンもあります。なかなか充実してると思います。こちらはコーヒーコーナーです。いろいろ種類があるんですね、ここは。電子レンジがあって、コーヒーがあって、お茶ですね。はい、はい、今日の朝食です。これはスペイン風オムレツですね。あとはクロワッサンとパンと、あとバゲットがあったんでちょっと持ってきました。はい。あとびっくりするのはですね、果物がですね、丸々カットしないで置いてあるんです。だからどうしようかなと思ったけど、これナイフでカットして食べようかな。食べてみましょう。はい。サラダがないですね。ではいただきましょうか。アプリコット。フォークでも穴を開けてから切る。あ、ちょっとね固め。なんか思ってる。日本のトマトより固め。硬い。はい。はい、食べられそうです。食べられそうです。このいいところはこれ。ミルクがホットになってるんでカフェオレできます。いいんだよ、一回ごと振るんだよ。おはようございおはようございま。ますす。ジャーネです。マラガからお送りしております。本日は9月の14日ですね。今23度になってます。今ちょっとね曇ってるかもしれないんですけれども、これから晴れるようですね。今日の予定は決めていないんですが、ちょっと探索してこようと思ってます。では行ってきます。行ってきます。この前がアラメダプリンシバル大通りになります。すごい大きな木がずーっと生い茂ってます。植林されてるんですね。涼しいね、すごく。湿度が低いので気持ちいいです。ここの通りの建物もですね、なかなか風情があります。
ラリオス通りに来ました。では入ってみましょうか。朝早いので、昨日のイベントの作業か、今日のイベントの作業入り口やってますが、奥の方はこのような繁華街ですね。なんか古くからある高級な商店街商店街、アーケードという感じですね。建物もなんか非常に綺麗ですね。マルケス・デ・ラリオス通りはスペイン全土で11番目に高価な通りです。マラガってどんな街？ここで少しマラガについてご説明します。マラガはスペイン南部のアンダルシア州の都市の一つで、コスタデルソルと呼ばれる地中海岸のリゾート地の中心に位置しています。天才画家パブロ・ピカソが生まれた街としてもとっても有名ですね。歴史的な建造物など見どころも多い街です。この通りを入ってみたかった。本日一つ目に向かうのはマラガのシンボルともいえるエルカルナシオン大聖堂です。南側の塔が未完成のままの独自な景観があり、片腕の不審という意味のラ・マンキータと愛称で呼ばれています。入り口が開かないと思ってずっと塔を眺めていたら全く違う場所でした。入り口は裏の方でした。なかなか時間になっても開かないので、10時前からこの大聖堂の前で待っていたのに、もう並んで長蛇の列です。がっかりです。皆さん入り口を間違えないで行ってくださいね。当日ルーフ見学付きチケットを購入しました。大聖堂内部はルネッサンスやバロック様式の影響を受けているようです。この大聖堂も荘厳な印象を受けました。このパイプオルガンの響きを聞いてみたかったですね。内部にはこのような17の礼拝堂がありました。このような宗教像も多くあります。大聖堂の正面側に出て装飾を眺めることもできます。中庭に出てきました。中庭からこのカセドラルのルーフに、わあ、危なかった。ギリギリ11時の会に参加できました。石の階段を上まで登ります。はじめはそんなに辛くなかったけれども、言葉は分かりません。ガイドさんはここは昔からので、ここは補修ですねというふうに言っております。多分階段は結構しんどいです。まだ途中のようですが、かなり疲れてきました。ミラノを思い出さないね。これから屋上まで登ります。すごいね、こういう狭いところも入っていくようです。入って上に上がるんでしょ。階段途中には大聖堂を見下ろせる窓もありました。監視室のような部屋もあります。
やっと屋上まで来ました。ああ、こうなってるのね。一望できる眺めは最高です。矢印の先には要塞も見えます。上も後で行ってみましょう。ルーフまだ補修中ですが、なんかこの丸いドーム状の屋根。この日はめちゃめちゃ天気が良くってとても暑かったです。いい天気です。いい天気です。暑いよ。寒いかと思った。教会はどこも、荘厳なイメージです。上から正面側の広場を見てみましょう。時計見えますか？なんで私のさ顔の前に立てる？怒るね。もう前来ればいいじゃんかって。はい。そうね。これがそこだね。だんだん離れてきた方が綺麗じゃん、こっち。綺麗に見えますね。塔は離れた方が綺麗に見えます。30分のルーフ見学を終えて、はい、これから下に降ります。帰りはすごく渋滞していました。時間制限してグループ分けしているのはこの狭い階段を使うからですね。看板見つけました。お腹が空いたのでランチに行きましょう。早くビールが飲みたい。情はないから、まだ早いから安いんでしょうね。8.5 と11ユーロの定食の店です。スペインの定食の注文の仕方を簡単に説明します。メニューとはドリンク、前菜、主菜、デザートまたはコーヒー。ドリンクはビール、ワイン、ソフトドリンクから選びます。前菜1はスープやパエリアなどを選べます。主菜には肉や魚の料理などを選べます。そしてこの店は主菜の付け合わせをポテトなどを選べました。デザートまたコーヒーを選びます。はい、早かったですね。この11ユーロの、ランチセット。これ魚介のスープです。あとこちらが、パエリア。あとドリンクがついてるんでビールを頼みました。あとパンはついてるみたいです。あとこれがファーストなんでセコンドと、あとなんか最後にもう一個デザート関係いくんでしょうかね。フリッターくん。はい、魚介のスープいただきます。少しカレー風味だけど全く辛みがない。ポテトの粉、このとろみがちょっとついてる。ポテトの味がします。エビ、イカ、あとは中が赤いサフランとか。はい、じゃあお米がしっかりしてる。
チンがイカも入ってます。はい、セカンドが来ました。白身魚はグリルです。で、もう一つは豚肉焼いたやつ。ポークですね。生姜がないというただの豚焼きです。単純に豚肉を塩で焼いたって感じ。でもさっぱりしてあっさりして美味しいです。すごい滑る油。滑んないでしょ、すごい油っぽい。すごい油っぽいですよ。でもくれました。魚のそのままの美味しい。いっぱいレモンかけちゃう。こんなにレモン。レモンも持ってきてくれました、追加で。はい、最後にコーヒー出ます。はい。これも含まれてるそうです。結構お腹いっぱいで。もういっぱいですね。はい。ちょっと時間があるので公園の方を覗いてみます。このようなツアーがあるんですね。馬のちょっとうんちの匂いがしますが似合うね。はい、こちらにも馬さんがいます。マナがお馬さんあれは4人で30ユーロですね。このように回るコース決まっているようです。すごいね。コースがあるのかな。鳥のさえずりが聞こえます。鳥のさえずりがすごい。どうす？うん、1.4 でしょ。だからこれ合ってる。2人で。2.1 35出てますね。これに乗っていきましょう。わかりやすいね。あ、切れた。18分。36なければあれしてもカード？カード使えそうですね。今カードに乗りました。1.4 ユーロで、お城までヒビラファル城ですかまで行きます。くねくねの道を上がっていきます。35番バスです。くねくねのどこ？くねくね登っていきます。すごいね、くねくねのどこ。この35番のバスで、市内からヒブラルファロ城に来ました。こう入り口なので入っていきます。アドミッションフィー、そうですね。ここだけの場合は 3.5、要塞行くと 5.5。こちらでセレクション。これだよね。2パーソン。OK。で、クレジットカードで払います。
はい、インサートしてください。あ、大丈夫だ。できました。1枚。はい、行きましょう。チケット自販機で買いました。上まで回りましょう。入り口を入ると大砲があって、その先にビジネスセンターがあります。ちょっとね。ここで歴史に触れることができます。ジオラマがあったので歩く前にちょっと観察してみました。かなり広いですね。先ほどからの続きなのでかなり足がもたついてます。はい、上がってきました。この上からは海、山が見えてとってもいい景色ですよ。最高です。この場所からは城壁が見学路になっていて一周することができます。こちらは海から攻めてくる外敵を一望できる場所ですね。どの場所からもマラガ湾が一望できます。気持ちいい。気持ちいい風があって。ああ、もう足が悲鳴を上げてきました。この城跡広大ですね。お城は残っていないけど、城跡はすごく広大でした。そうだよ、先ほど登ってきた。先ほどとは逆です。今度はこちらからマラガ大聖堂が見えます。お城っぽいよね、下。相棒が興味深そうに見ております。悪者が入ってきたらここから石を投げたりしてですね。そうですね。侵入を防ぐといった。今こちらからずーっと後ろの周りを回って、約30分以上領域を回って戻ってきました。これが入ってきた時に入り口です。出口。足がガクガクですが、帰りは遊歩道を歩いて帰ります。ゆっくりと景色を見ながら歩ける歩道なので気持ちいいです。この歩道を登ってくる方も多いですが、かなり皆さんヘトヘトになってました。往路はバスで来ることをおすすめします。ちょっと休憩です。1時間2時間ぐらい歩いてきた。マラガ砦の前のカフェ入りました。ビール
肉がうまい。マラガトリで。はい、休憩したのでマラガトリで見学に行きます。砦の中に入りましたけど、遺跡の跡みたいな感じがします。以前はこういう風になってたんですね。ここにステージがあって、こちら観客が見るというような円形劇場ですね。はい。先ほどこの後ろいまして、みんなこう越えてきて、ここに入り口から取っていきましょう。ここからも塀で囲まれていて登ることができます。なんか見えますか？ずーっとこれ奥でまた上がってきます。とにかくこの日は天気が良くて暑かった。11世紀にグラナダ王国により建設された丘の地形をうまく利用した砦で、内部は宮殿として使われていました。中庭綺麗だね。アンダルシアの中庭は必ずありますね。噴水や花壇があり、涼を得る場所でもあります。石畳の歩道にはちゃんと排水溝があるのに感心します。ここもイスラム建築のアーチ状の柱が見えます。柱に当時の精巧な装飾が残っています。アンダルシアのアルカサルには必ずある噴水の池。かなりシンプルな作りですね。反対側も同じデザインです。外からの建物と劇場の眺めです。マラガはパブロ・ピカソの生まれ故郷。ネットで事前に予約しましたが、この日は無料でした。自分の作品を生まれ故郷にと作った美術館、ブエナビスタ宮殿を美術館として使っているので、このような中庭もあります。近くのメルカドに来ました。結構野菜も果物も豊富にありますね。こういう果物買ってる2ユーロ。じゃあこれ 2.993 ですね。パンダエリア、これ美味しそうですね。これとさ、隣のあれ置かない？なんだっけ、パイ生地みたいなやつ。どうします？出てこないの？あ、OK。だってここでいくつ？ 6.45 です。あ、これか。6.45 です。こ
質素だね。今日はもう疲れたので、近くのメルカドで買いました。果物とあとビールを飲みたいということでビールやっと探しました。はい。私はノンアルコールビアをいただきます。私がもち美味しいですか、ビール。まあまあ。はい。今飲んで分かったんですが、これフルーツテイストの、ラゴスビアビクトリアってやつ。ここにレモンみたいな絵描いてありますけど、これ香りがあってそう、フルーティーな。フルーティーですね。美味しいね。美味しい。100円。これも 0.69 69かな。ユーロ、うん。でも、えすごい安いのに。ぜひ飲んですんごい美味しいです。これ機会があったので見てください。フルーティーです。カットした。ハサミ持ってきてるけど。すごい。ハサミで切ってる。はい。ちょっと見せるだけ見て、はい、カットしたところ綺麗に見えるようにハサミを持ってきました。見えますでしょうか。ではいただきます。この人たち。うん、美味しい。美味しいでしょ。美味しい美味しい。美味しいね。まだスペインのマラガの朝は8時前ですが、結構暗いです。朝食食べ行きました。近くにある、ラ・カナスタっていうところでしょうか。パン屋さんです。いろいろなパンがあります。ただ朝メニューがないのでですね、頼むのが指差しになってしまいました。ハムとケーキもありますね。はい、このようなお店の作りです。1.5 ユーロぐらいだと思います。はい。お、硬い。よし。中身が、まあ、普通のパイみたいな生地になってます。やっときました。カフェと、あとこれはパン、パイみたいな感じのやつを頼みました。では、美味しい。砂糖入れないと苦い、かなり。苦くない。なんかふんわりした味で滑らかなコーヒーです。アーモンドがぎっしり詰まってて、中にクリームみたいな味がする。外は明るくなってきました。やっと今8時こうですかね。14分。8時14分、明るくなってきました。まあ、この地下鉄で、セントラル駅まで行きます。そこから徒歩、数分でバスステーションです。はい、マラガ。はい、マラガ、さようなら。楽しかったです。天気が良くて。楽しかったです。あ、全然人いない。全然人がいなくて、目の前に改札が、自動改札が見えます。人がいません。ここでタッチするだけだって感じです。ダメだ。あれ？Could you accept? No? No? できないんだって。すべての交通機関できるわけじゃないですね。こちらでメトロは買わなくちゃいけないみたいです。2.7 です。アクセプトで。オッケー。ディスプレイオーバー。出てきた。出た。出てきた。出てきました。出た。シングルチケット2枚。
マラガの、地下鉄うん。は2人分買っても1枚しか出てきません。でここで2回タッチするというようなシステムです。はい。日本とは違うのでちょっと迷いました。カードでは入れなかったので。おじさんに教えてもらいました。ありがとうございます。ヘルチェルってとこがセンター駅みたいです。多分2分後にこれ来るのかなと思います。よし。初めての地下鉄。一駅ですよ。ちょっとじゃなくて一駅ですよ。一駅だ。ちゃんと見てください。行く場所はいと、エスカレーター上がってくるとですね、ここにちゃんとバスステーション出てます。じゃあこちら行きましょう。一回タッチして、で俺が出て、いいよ。一回タッチで私が出ます。二回タッチで。バスステーションは右です。はい、行きましょう。ここのこっちかな、今こっち来てんのか。ここですね。反対だったかな。こっちにもエスカレーターありますね。エレベーターありますね。そっち行く。オートバスがバスステーションです。このレンガ色の建物がバスステーションですね。はい。ここに書いてあります。エスタシオンって書いてあります。エスタシオンって書いてあります。駅。このディパーチャーの一番、下、グラナダダイレクト24番10時出発です。駅の中を、散策していきます。入って右側、今入ってきたらですね、左側行ってみます。入り口センターがこのインフォメーションチケット売り場です。そして、左側に行くと、ここにもありますね。バス会社によってどうも違うようです。カウンターが。はい。で反対側には簡単な、お店が、コンビニとかちょっとしたもの買えるのがあります。はい。私たちが利用するのはこのアルサですね。アルサのチケットです。トイレは駅の両端にあります。行く前にといいと思います。こんにちは。マラガの電車のとこで知り合った方、また偶然これから、グラナダへ移動するということで、バスステーションで偶然お会いしました。もう旅慣れた、横浜から来られた方です。これからよろしくお願いいたします。ありがとうございます。またグラナダで会いましょう。グラナダで会いましょう。この24番、このバスでしょうね。でもこれまだ違いますね。あっちだって言ってたよ。あっちとか言ったよ。グラナダ向こうって言ったよ。グラナダ？オバデア？22？ 22？ わあ。カメラ貸して。カメラ回ってる？なんだよ。なんか全然違うじゃん。じゃあグラナダ。ティケット。Right? はい。じゃあちょっと待って。撮ってる？回ってる。赤いの見て。はい。じゃあ席取ってきていい？はい。入ってて。
今見たグラナダ。見て。やっと乗り込みました。22、24と出ていたんですが、ジャーネさんが24番と聞きに行って、そこで待っていたら違うと言われました。慌てて荷物を出してもう一回22番のバスに積み込みました。なんだろうってわざわざインフォメーションチケットを見せて、なんだろうこれ。グラナダ行きが、2台あったんでどちらですかと確認したら、24というふうに言われてきたんです。インフォメーション当てになりました。危なかったです。危なかった。乗り遅れるところだった。または荷物だけ持ってかれちゃうところだった。危なかったです。はい。24番ここだよね。はい。一応バスの説明をしますが、特にこれはないんですね。何もない。このトレイもないです。はい。USB もありません。ない。天井には使ってですね。こういったライトと送風口ですか。ないです。はい、おはようございます。おはようございます。ジャーネです。今日は9月の19日です。本日はマラガを離れてグラナダまで向かいます。約1時間半ぐらいのバスの移動になります。マラガの気温は24度ですが、グラナダは20度になってます。今10時くらいですよね。では行ってきます。チケットは事前にアルサのサイトで購入しておきました。事前に登録してから購入すると手数料が無料になります。また登録後に時々割引の案内が来るので、チケットを予約する1ヶ月前には登録しておくと安く買えるかもしれません。今このバスでマラガからグラナダ到着しました。グラナダのバスステーションです。上に上がっていくのかなね。はい、今ほとんど帝国通りですね。1時間半で着きました。快適でした。はい、麻薬犬がいます。クンクンされました。5番どっちでしょう。